韓国ソウル地下鉄チョンのサムガ駅。着いた2週連続のチョンのサムガ。先週の素材をそのまま使ってるわけではないということで、今日行くところはこっち。この辺よく来る言うても2週連続は初めて。そんなセカンドハウスのチョンのサムガをこっちわさびが今日も行く。駅前には韓国の国花でもあるムグンファ、ムクゲが咲いてる。そんな駅前を歩いてると周囲にはたくさんの飲食店がある。こっちにもタコ料理屋さんらしい。チョンのサムガといえばソンヘさん、国民スターって書かれてる。さすがスター。タコの持ち方もスターやもん。5番出口出て歩いてると、どういうことやろ。モッコカレー、ジゴカレー。モッコカレーはわかるけど、ジゴカレーって何や。横に写真やろ。そのジダのこと言うてたん背負うってこと。そんなことあるか。ここまで来て食べるに決まってるやん。もうそろそろこの辺やと思うねんけどな。あれ、これはタッコル公園かな。この道沿いにあるってことか。よし行くで。なんかこの辺の道も夜なったらポジャンマチャ出てきそうな気がするな。突き当たりまで来てんけど、こっち。あ、見えてる。びっくりした。目の前やった。着いた。早くもこしねえ、ホッパーの懇願部屋じ。今日のお店はトンデムンホッパーチ。老舗感がプンプンによ。店頭にはメニューも掲げられてる。まあ俺もう食べるの決まってんねん。椅子がめちゃめちゃ重なってる。テーブルもあるし、外でも食べれるってことかな。まあまだちょっと寒くてあかんけどね。あんなん見たらあったかくなってからも来なあかんやんなんて思いながら入店です。こちらのメニュー、牛ホルモンの焼きメニューやったり、ユッケ類、その中にはユク刺身、ユッケ、あるあるホッパー、あとは食事類もある。ウェイティングの方がいるときは食事時間は1時間半。人気のお店の証拠やん。ってことで張り切って頼んでいくで。저기요, 주문해도 돼요? 네. 호파 2인분 주시고요. 네. 그리고 육사시미 하나 주세요. 네. 그리고 진로도 한 편 주세요. 진로? 예. 頼んだ。そしてすぐさまおかずが来る。用意してくださった基本のおかずは角的、ニラの和え物、唐辛子とニンニク、そしてお味噌、最後にお塩の入ったごま油。さあ行くで。食べる準備、飲む準備、さあ来い。ほら来た。こういうメニューには欠かせないぐるぐる。いつもよりも20、30、40にも渦を巻いてるぜ。ローリング。何これ。一瞬ごま油でも入ってんのかと思った。下の方だけ黄色に塗られてる焼酎グラス。横から見たら普通のグラスやけど、上から見ると満月のよう。ガサから派遣されたガマちゃんを一杯。遅き春、飲めとの声に湯気またぎ。ありがとうございます。そんな時すぐ運ばれてきた。これがそのあれですか。はい。少し温めていかなあかんから、待ってる間にはお箸が宙を舞う。焼酎が残る口には角的、早くもダブル角的。今日の料理の恐ろしさを俺は本能で感じ取っていた。香りが漂う思たらちょこっと湧いてきてるやん。もうちょっとやねんな。我慢。ただ心と体はミスマッチ。まだやまだ。次はこのお玉で上からスープをかけていく。上からは唐辛子の粉がかかってる。それを溶かしてあげな。優しくゆっくりと。色も感じ。俺の鼻も動く。ほんまに匂いしてきた。やはり心と体はミスマッチ。待てを待てない俺。行き場がなくなった右手は小さくファイティン。応援が届いたのが一気に湧いてきた。そうなったらまずはこのスープから。熱い野郎からプルプルしながらごくり。もうすぐわかる。
このスープの濃さ、あっちゃー、罠にはまってしまった。僕の右手知りませんか？すぐ動いてしまうんです。まだホッパー1個も食べてへんのにガマちゃんが飛ぶ。さあ、くだらんコントはもう終わり。ええ感じに煮詰まったこのホッパーを一つ。熱々やから気をつけなあかん。俺の肺が飛び出してしまうかもしれんからな。さあ、時は来た。一口。雲に向かって飛び降りてたはずやのに、その柔らかさに跳ねてどんどん上に向かってる。まず感じるのはしっかりと歯ごたえがあるのにもかかわらずこの柔らかさ。そしてこの濃厚なスープもよう吸ってるからか、その旨味がめちゃくちゃ出てくる。あかん、止まらん。次から次へと欲してしまう。一口飲んだらなぜかわからぬこの表情。こうなったら俺の欲望は黙ってる。スプーンの上に数切れ乗せていきたい。茨の道は険しいいうことや。見つけた。この辺が妥協点。ゆっくり引き上げる。こっからスプーンを左手にバトンタッチして右手はあいつにと思っててんけど、一切れ落ちそうやったからもうその一切れをパクリ。物事は臨機応変にしていく必要がある。計画通りガマちゃんを持ち上げ、ホッパーを目の前にしてググッと一杯。この肺の一切れで俺の肺活量を上げていく。箸休めにはこのニラの和え物、底の方には醤油ベースのタレがある。そいつらを大きく頬張ると俺の左右の肺も一体化となる。以前ホッパーの炒め物はポジャンマ茶かなんかで食べたことあんねんけど、こうチョンゴルにして食べるとめちゃくちゃ酒に合うつまみになる。正直今日は酒のペースも早い。気をつけなと思ってたら向こうの方からやってきた。気をつけなが嘘になってまう。うわ、この色よ。完全なる赤い宝石。宝石鑑定をするように慎重に持ってくる。ここのお店は島猿、新玉と呼ばれる部分を使ってるらしい。普通はもも肉使うとこ多いと思うけど、ドキドキしながら一口。まずは食感をと思って何もつけへんかってんけど、柔らかいのはもちろん、でもすごくシコシコしてる。じゃあ次はこいつにつけて食べていこう。再び宝石鑑定していかなあかんからな。一切れじゃ足りひんわな。適度につける。すぐさま一口。こうやってごま油とお塩を少しつけると肉の風味がふわっと出てきた。口の中では風味がふわっと、机の上にはふわっと右手が出てくる。俺はおつまみ天国に紛れてもうた。抜け出せるかな。一生ここで暮らしてまうかも。このホッパーチョンゴルの中にはホッパーとネギだけというシンプルな構造やのに、こんな味付けになんねんもんななんて思ってたら、社長さんがなんか出してくれた。あれ、何これ。ごま油とニンニクとコチュジャン。雪刺身をこれにつけて食べても美味しいよって出してくれた。いやー、ありがたいわ。カムサハムナ。一応癖でペロッとするけどこれはうまいよね。じゃあ早速つけてみなあかんやろ。適量つけてそのままパクリ。さっきのごま油だけとは違ってこっちはニンニクの風味も入るから、これまたつまみになってまう。俺は牛と共に牧場で寝てる思ってたのに、よう見たらガマちゃんずっと泣いている。再び狙いをつけて気持ち程度の貝割れを乗せながらドボン。右手左手定位置に準備。大きく一口。お肉のシコシコさとニンニクの風味が消える前にググッと昇天。人はもう一段高みを目指す。もう一段昇天や。個人的にはこのホッパーチョンゴルめちゃめちゃ酒に合う。だからさっき飲んだことも忘れてる。俺の後ろにずっと貼ってやったこいつ、ケリーかテラ飲んだら棒付きキャンディーくれんの。ほんま俺こういうのに弱い。星なる、今日染めにしたらよかったな。ただまあ今からはもう遅いな。染めは最初の一杯目に飲みたいからな。ってことで俺は形はちょっと似てるからまあこれでええやろ。一気にパクリ。そしてガマちゃんの鳴き声が響き渡る。あかん、結構会話で辛かった。そんな中歌も響き渡る。
味わいの霜降る頑張るマイホッパ살며시 애를 보내요 육사심이 살짝 호시크즈니 적시고 스기와 붉은 가감이 시스카니 가라앉혀 정적이 미치다도 그 찐이 가져가며 눈을 토지다 마마지가 기억되어 가네 쿠라스노 속에서 스키가 미소 짓고 기울이는 순간 요소라가 가겨나가요 마늘의 호노 오가시다 찌르고 가이와레노 창이 탈출구를 싸그2週連続孫平さんのお膝元で全国のど自慢大会を開催してしまった。そんな喉を潤してるとこれ絶対合うよな。メニューには別に書いてないけどないはずはないから。 고기밥 하나만 주세요. 당연히. やっぱりあった。出た福印。おおもう熱い。急なお祈りタイム。あーびっくりした。気を取り直してオープン。これが欲しかった。まずはスプーンの上にご飯を少し乗せる。少しね。さっきの手の二の前にならんように慎重に一口。そしてご飯の入ったお口にはすぐさまスープ。ここに来て俺は疑念が確信に変わる。残った鍋の中にご飯を移していく。すべて移していく。出たこの真剣な表情。ここからこのご飯をこのヤンニョムに混ぜていく。ここの社長は俺のことを見抜いていた。最後にごま油必要やったら言ってねって。だからはいごま油を上から入れてくれる。そしてゴーしばし待つ。そうしたらほらええ感じにブクブクしてきてる。今日の締めの完成。少し残しておいたホッパーを誰にも盗まれへんように隠しながら持ち上げる。かすかな笑顔。それを周囲に悟られへんように冷静な顔をして夫婦。そして一口。このヤンニョム絶対にご飯に合うと思ってたんよ。そして最後のごま油。サジャンニンチェゴ。あれなんか大根も入ってた。こんなん最初からあったっけ。じゃあそいつも隠してホッパーも一緒に。あれ一緒に。これがホッパーチョンゴルのオールスターズ。最後の最後でホームラン級の食事が出てくる。ここに来てさらにテンションが上がる。唐辛子をご飯も角的もそして行く刺身も。これが最後かな。すべてスプーンの上に乗せ見つかる小さな行く刺身。そいつも一緒にちょこんと乗せる。正直ここでごま油と迷ってんけどわざわざ社長が準備してくれたこのヤンニョムジャンで終わりを迎えよう。この行く刺身うまかった。俺は牛のように貝割れまでも食べ尽くす。鍋の上のこいつもそろそろ少なくなってきた。おつまみとしても最高。そして食事にもなるこの一品。ただ今日はほんまに危なかった。ガマちゃんの鳴き声が何重奏にもなってたからな。ってことでそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。俺以外にもここで本するしてる人結構おった。だから最後の一滴まで。あれ今日は最後の一杯えらい少ないな。まあそういうこともある。そんな酒を呼ぶ料理とともに本日最後の一杯。マッチャンゴの一口はやはりこいつで決まり。またこの近くに来たらこの味を思い出してしまうやろな。綺麗に完食。チョンの三ヶ駅にあるホッパーそして行く刺身のお店。ホッパーチョンゴルってあんまり見かけへんからまた必ず食べに来るやろな。ほんまに酒がどんどん進むから気をつけてこなあかん。でもあの濃いスープにぐいぐいグラスが傾いてまう。いやー大満足や。帰り際大変なものを発見。
これイヒョリさんの広告やねんけど、なんでこんなことなんの？わざわざ釘打ったってこと？ここに。もうえらい痛そうやで。俺ももうなんか鼻がムズムズしてきた。ここもオアシスなんかい？全部オアシスや。今後も俺は自分のオアシスを見つけに食べに行くなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。잘먹었습니다